おはようございます。 SBFJ 利根川です。各地の水路から水がなくなり、この場所も水位が低くなりました。今日釣りをするのは、そう結構久しぶりになる柴山沼です。青子がすごい。寝起きなので声が死んでいて申し訳ありません。亀がいる。水路水が減ったな。木製の崩れかけた階段を降りて様子見。ちょうど足元に釣り台を置きやすそうな場所があったので、ここに釣り台を準備していきましょう。横並びよりもちょっとだけ先に出られそうです。釣り台完成。正面狙っていきます。よいしょ。柴山沼の美味しい水を先に確保。コンパクトタオル吸水。おお、水が飛んだ。よいしょ。ゴミは必ず持ち帰りましょう。竿は前回の動画で、前々回の動画で使った宝生18尺と一緒にいただきましたシュモンホウ飛び作りの21尺を使っていきます。21尺。ここはちょっと水深があるので、ボディ11センチの浮きにしましょうか。パイプトップです。さて重りの調整でもしながら朝ごはんを食っていきましょうか。鮭、梅干し、磯辺餅。磯辺餅を分けたら、なぜか太巻きが出てきました。溢れたタレで手が汚れるし、食べにくいことをこの上なかった。餌はヘラグルテン LL50、 特用マッシュ50。普段使っている餌くらい持ってくれるので使いやすいと思ってましたが、今回使ってみたら微妙かも。ぐるぐるぐるグルテンぐるぐる。給水。下のケースにはギガリフトとコイスレ、どちらもガマ活性。あさってに控えたムローダム用です。上のケースはすべてオナバリ。今回はセッサの8号を使います。柴山沼の本湖で釣りをするのは約2年ぶりになります。超久しぶりの1投目、よろしくお願いします。水深は 2.5 メートルから3メートルくらい。そこそこ深さがあるので、浮きが立つまでそれなりに時間がかかります。利根川は振り切りたい病気にかかっているので、そこについては何卒ご容赦願います。ありがとうございます。隣の方、動画を見てくれている方でした。おこのサイズが、そうかブルーギルが、そうですね。手頃なサイズですね。そう、もうブルーギルも私も今これ持ってかれたんで、ブルちゃんだったさ。朝はこれなんですね。これ確かにブルーギル。柴山沼はブルーギルが多いらしく、朝はこればっかりとのこと。ちなみに利根川は7年前ブルーギルを食べたことがあります。柴山沼とは比べ物にならないほど水が濁っている地元慈恩寺親水公園のブルーギルでしたが、調理方法は塩焼き。味はというととても淡白で臭みはありませんが、うまみもありませんでした。それでも飲み込もうとすると脳が拒否するあの感覚、懐かしいですね。
本当にブルちゃんすごいですね。ブルーギルがいるからなのか、ずるーっとどこまでも入っていく動きで空振り。でもこっちの一投はずっと一目盛り半力強く入って止まったので、食ってても良さそうなもんですけどね。短い竿だったら空振り、ブルーギルどんとこいなんですが、今使っている竿は21尺、約 6.3 メートルの竿です。空振りもだんだんと疲れてきます。ただ芝山沼はある程度長い竿じゃないと釣りにならない、そう思ってましたが、冷静に考えてみると実際はどのくらいの長さから釣れるんでしょうね。もちろん場所によるとは思いますが、右側の方は15尺を振ってましたし、13尺くらいでもいけるんでしょうか。でも水が澄んでるからなてな話をしている間にヒットです。浮きがずるっと入っていきました。ギギだ。珍しいですよね、ここでギギは。ですよね。常連さんも珍しいねというギギ、20センチちょいの子が釣れました。しっかり食ってました。ありがとう。おぼつかない足取りで釣り台から降りて餌を変えます。夏冬ペルドー、バラケマッハを忘れてしまったのはここだけの秘密です。餌の比重が少し重くなるので浮きの位置を調整、少し穂先側にずらしていつもの2目盛り出しに、といっても適当に5センチから7センチくらい動かしました。最初は作った団子を上の針、さっきまで使っていたグルテンを下の針、いわゆるバラグルでやっていましたが、最初の数投だけしてもう両団子でいいかと思い20分くらい打っていると動きが出てきましたが、ずるーっと入っていくのでまたブルーギルかななんて思ってました。水面には泡がプツプツ出ているので魚はいっぱいいるはず。濃い。小一個さん20センチ21、2センチの濃い。でも食ってたな、ありがとう。正面に島があって右側だけ見やすくなっていますが、これはカメラの角度が悪いだけで利根川の目からは見やすい範囲に入ってました。これに現地で気づければもう少し右側に餌投入したんですけどね。申し訳ありません。竿がぐんぐん曲がって、これは少し大きいかなんて思いましたが、なんだか魚が水中でぐるぐる回っているような。口にかかっていると分かりやすい上がり方をしてきますが、これはなんだか主導権を握れないわけでもないし、かといって握っているわけでもない、なんとも微妙な感じで上がってきました。アブノさん食ってなかった。ごめん。お腹周りから尻尾にかけてのスレだと主導権を全く握れず、独特のブルン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 と突き進んでいくような泳ぎ方ですし、口で食っていたら竿の力で顔の向きがこっち側に変わったなという感覚があります。今回は頬の傷に引っかかっていたみたいで、どっちとも言えないような、そんな状況が分かるようになったんだなと思いつつ、これはさっきのスレから次の一投です。濃いだ。主導権がどうのこうの言いましたが、
これは食っているのに随分沖まで泳いでいってしまいました。まあ濃いですし乗されなきゃいいんです。楽しくいきましょう。鯉がサイズアップ30ちょい食ってたなあ。ありがとう。改めて柴山沼について調べてみると、聞き覚えのある伊沢八十兵衛の名が出てきました。江戸時代に治水で活躍した方です。1728年にこの近辺が干拓され、1977年昭和52年には今の形になったようです。ウィキペディアを見る限り水深は8メートル規模の沼ということですが、まだ中央部はそのぐらい深いんでしょうか。柴山沼は台風による増水の被害を受けやすい場所なので、泥水が入ってたりいろいろなものが流れてきて沈殿していそうなので、今はそこまで水深は深くないかもしれません。まだこれか。せっかく船なのに擦れてしまった。お手手に引っかかってました。ごめんね。もうここ4頭連続でですよ。餌を投入して1分から1分半で鯉が食らいついてきます。この1頭は餌をもう少しだけ柔らかくしようとして手水で調整していたら、食ってダッシュしていました。まずだ鯉か。鯉ばっかりありがとう。あまりにも鯉ばかり来るのでヒットシーンを間引きしてしまいました。今週末の土日は奈良の室生ダムに行っているというのに、遠征準備が全くできていなくて仕事も終わっていないのでアップ溺れてます。この日もお昼頃切り上げて仕事をしていました。そういう事情がありまして、来週の動画は一気見にしちゃいますのでよろしくお願いします。両団子鯉だけしか釣れないのかなと思っていましたが、綺麗な当たりでついに違う魚種が来ました。鯉は鯉でも濁いになりました。あらまあ。ありがとう。ブルーギル、ギギ、マブナ、マゴイ、魚だけはいっぱい釣ったので竿を18尺 5.4 メートルに縮めて 1.5 メートルから2メートルくらいの棚を狙います。そう、マッシュの中です。練習も兼ねてマッシュでもやってみよう、そう思って始めてみました。餌は特用マッシュと11粉末マッシュ、朝棚1本があったのでそれらをブレンドしましたが、随分重さのある餌になってしまったので失敗だったかも。バラケマッハも特用マッシュも家にはいっぱいあるんですけど、遠征で買えるもの以外忘れ物ないようにしないと。
これはマブだとは思いますが、な気はしますね。でもやっと恋の連チャンが終わったんでずーっと10個ぐらい恋釣ったんですよ30くらいのマブナさん、対抗があっていいですね。マッシュ食ってた、ありがとう。そういえばさっきまで使っていた21尺の飛び作り、初めて振ったのは銀山湖だったんですが、随分振りやすいなぁと思っていました。残念ながらその時には魚をかけられず、ようやく今回いろいろな魚をかけて竿を曲げましたが、やっぱり使いやすかったです。握りが太くて力が入りやすいのも好みで、そのせいか当時はグリップのすぐ上が折れちゃったという話を聞きましたが、壊さないよう大事に使っていこうと思います。1992年に発売されたので、発売から32年が経っていますが、こんなに使いやすいとは思いませんでした。しかもシュモン砲シリーズなのに軽いのは、握りが太いので軽く感じるだけかも。シュモン砲ってどちらかというと粘りのある竿で、飛天球よりも重いイメージなんですよね。ここで今ふと思ったのが、お家にある初代の線香、今使ったらどう感じるんでしょう。ちょっと気になってみたので、今度使ってみようと思います。このくらいのサイズでもギガリフト15号だな。15号食うんだな。しかも口の小さいマブナさんですからね。ヘラブナさんは口が大きいからあれですけども、マブナさんでも食うんだな。ありがとう。時間は11時近くになってしまい、風が吹いてきました。お昼前には家に帰って仕事をするぞーと思っていましたが、これは12時を回っちゃいそうです。餌もまだ余ってますし、芝山沼のヘラブナが出るかもしれませんからね。そんな希望に満ち溢れていた利根川の心を折る出来事、この一頭あれですギガリフト15号加えてるもんな。ブルーギル乾いた笑いしか出てきません。しかもギガリフト15号がっつり加えてました。そういえば今になって気づきましたが、今日釣った魚ってブルーギルに始まり、ギギ、マブナ、マゴイ、ニゴイ、気づけば五目釣りを達成しちゃってました。カメもずっと水面から顔を出していたので、釣れてもおかしくはありませんでしたが、今日は来ませんでしたね。今年は気温が下がってきたなと思ったら、また夏日みたいに暑い日があって体がおかしくなりそうです。実際鼻水が止まらなくなって一日中ヘロヘロした状態で過ごしたので、皆さん体調に気をつけて日々をお過ごしください。真っ黒なマブナさん、よし、ありがとう。この後少し集中して30分くらい餌を投入し続けていましたが、周りの方も含めて全然釣れてない時間帯だったので、12時ぴったり撤収です。さあ芝山沼から帰りますか。コイとブルーギルと、いやギギはびっくりしましたね。フナも、フナ、ヘラブナ
ヘラブナ釣りたかったな。私の右側にいたほぼ毎日いるっていう常連さんは昨日ヘラブナを仕留めたらしいので、なかなかでかかったらしいですよ。まあ何はともあれ午後から仕事頑張ります。さあ気張って帰りましょう。うわ、雨降ってきた。雨降ってきました。すげえちょうどよかった、帰るタイミング。このぐらいだったらパラソルで全然大丈夫ですけど、よかったー。今日ヘラブナが釣れなかった代わりにサーモントラウトが、刺身用のサーモントラウトが業務スーパーで買いました。これバカみたいにでかくて、もう3日間サーモンパーティーです。やった。あとめちゃくちゃうまいカットマンゴー。溶かすと美味しくないので、シャリシャリした状態で食べるのが神です。いわばアイスですね。ちょっと値段は高いんですけど、めちゃくちゃいいです。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。柴山沼でギギが釣れたことにびっくりした方は、ぜひ評価ボタンをポチリとよろしくお願いします。遠征中ホテルからライブ配信するつもりなので、チャンネル登録よろしくお願いします。